尾形咲です。ちょっとここ声響いてて大丈夫かな？聞こえますか？ちょっと背景が違うと思うんですけど、ここはどこかと言いますと、カナダのちょっとダウンタウンから外れたところの超豪邸にいます。さきちゃんどうしたの？急にそんなお金を持ってどこにいるんですか？っていう感じだと思うんですけど、今回友達とエアビーをねちょっと借りて泊まってるんですけど、防具かなみたいな。 Hello 防具よろしくお願いしますって感じにはなってくる、そんな家になってます。本当にやばい。この洗面所だけで私のシェアハウスの家同じぐらいかも。長くは持たないということで今日はここで皆さんとお話ししてやっていこうかなって思うんですけど、今日はプランがあります。今日はですね、なんとバンクーバーの花火大会があるんですね。それに今日ねちょっと行こうかなと思ってて、なので今日はバンクーバーの花火大会に行くまでにちょっとみんなとお話ししてから花火大会をみんなと一緒に行けたらと思います。花火大会一人で行こうと思ってたんですね。でもバンクーバー中の人たちがビーチに集合するんですよ。で、友達に危ないからやめといた方がいいよって言われました。はよなので今回は友達が見守りつつ私が花火大会に行くということで、とりあえずね家を見せたりとか、もうさ、だってベッドルームだけで規模が違うもん。どこまで続くみたいな。はじめまして。広すぎない？はい、ここがマスタールームなんですけど、一人で寝るのがめっちゃ寂しいの。ちょっと怖くて、なんかこのカナダの本当に豪邸なんですけど、慣れていなさすぎてこういう部屋がホラー映画に出てくる家みたいな感じなのね。怖いです。そんなことは一旦置いといて、私のね最近の現状っていうか、しょうもないことあれにハマってるんですよ。脳科学っていうものに本当に興味が湧いて、脳科学ってめっちゃおもろいよ。知ってたらためになることしかなくって、さきちゃんが脳科学手をつけてなさすぎる分野に手を出しているので、今本当に基本中の基本みたいなところを勉強してるんですけど、もう本当にねおもろいの。私のね性格が人と喋るのが苦手じゃないけど、ちょっと本心で話すのが難しいみたいな。だからこそ頭の中でめっちゃ自分と会話したりとか、自分で答えを見つけ出したりとか、地頭がいいのかも。お疲れ様です。自分でそう勝手に思ってるんですけど、勉強ができなかったからバカだって思い続けてたんですね、自分のことを。でもそのバカだって思うことってさ、バカって何みたいな。テストができないからバカとか、本当にそういう概念だと思ってたから、もう私は脳のレベルが下だし、もう学年順位とかも超低いし、脳みそ系のそういう部分ってできないんだって思ってたのね。学校教育とかで数値が低いと自己肯定感も下がりますし、このテストとかでバカな人とかだったら共感してくれるかなと思うんですけど、自分はバカだって思い込んでもっと勉強ができなくなるんですね。勉強が嫌いになる。まずその数字で表されるから、勉強が嫌いになって勉強したくなくなって落ち込んだりとか、ちょっとなんでぽやしみーみたいになるんですね。で、ずっと私はバカだと思って育ってきたんですけど、カナダに来て彼氏とか本当にポジティブな人しかいなくて、私は自分が前までバカだって思ってたんですけど、特に彼氏がもうさきは天才だ、本当に頭がいいねとかさ、ポジティブな人といたら自分が上がる。ガチで無償の褒め言葉をずっと浴びさせられると、人ってもう根拠のない自信にね溢れてしまうんですね。本当に賢い、本当にバカとかなしにして、自分で賢いとか自分で自分を誇らしく思えるっていう自分になれるのね。話下手くそすぎ。本当にやっぱ一緒にいる人って超大事なのね。だからみんなには自分を上げてくれる人、例えば私の YouTube とかもみんなのことを上げまくりますし、泣きそうっていうか、誇らしくて泣くってやばくない？そんぐ
ぐらい自分は今まで本当にもうなんか何もできないとかバカだって思ってたから、一緒にいる人って本当に大事で、脳科学と何の話関連があるんですかって言われると特にないんですね。怖い。もう私の話す話がゴールとは全く違うところに行き届いたんですね、今の話は。ごめんなさい、動画始まって弾丸トーク。もうなんか1週間にさ1回しかみんなにねこういう思いを伝えれないのね。1週間に2回動画上げたいなって思ってるんだけど、やっぱなんか自分の編集とか超こだわっちゃって1週間でなんか得る知識とか感じたこととかが多すぎてこんなにちょっと話してしまってるんですけど、何を脳科学で学んだだろう、シェアしたいなって感じなんだけど、これめっちゃわかんのって感じで学んだ話があって、もし知ってる方いたら私はもう知ってるからっていう感じで飛ばしていただいたらと思うんですけど、皆さん幸せって何だと思いますか？例えば高級車に乗ってるのが幸せだったりとか、好きな人と付き合えたから幸せとか、皆さんの幸せっていろいろあると思うんですけど、私の見たね動画でもう数字で言ってらっしゃったので、私もちょっとその言い方でマイナス100からマイナス99になるレベルの人って一つ増えてるじゃないですか。100から99になる人って減ってるじゃないですか。この人はマイナス99の値を持っている、この人は99の値を持っている、こっちの方が数値が上なんだけど、この人は減った、この人は増えた、どっちの方が幸せかって言われたら増えた人の方が絶対幸せなんですよ。自分の持ってる値がこの人の方が高いのにこの人の方が幸せなの。何を言いたいかっていうと、自分の持ってる値とか裕福度とかと幸せの値は比例はしないかなっていう。比例はするのかもわかんない。何を言ってる？わかんない。初心者のスチューデントでやらせていただいてるので頭が痛くなってきた。なんかそういう幸福度を学びました。だからなんか自分に何も持ってないとか何も誇れるものがないとか、なんかそういう時期って本当にあると思うんですね。私もずっと自分のなんかそういう性格とか自分の持ってるものとか自分の環境とかいろいろ悩んだことあるんですけど、今悩んでる悩みがあるそういう人たちが幸せになる方法ってたくさんあるんですよ。自分のこのプラス数字を上げていく、お金だったりとかでもいいし、知識だったりとか運動できたとか筋肉だったりとか、何かをゲットするプラス 1L ってすごく幸福度が上がるんだなっていうことが分かって、だからこそねこれを分かってもっとねなんかいろいろ勉強したいなって思ったし、運動もしたいなって思ったし、本当に脳科学をね勉強するとねいろいろ学べるの。自分の感じたことはこんな感じです。はい、ってな感じで語りモード入ったんですけど、ちょっとまた後で喋りたいと思います。一回ねちょっとこの家を紹介したいなと思って下に行きます。規模が本当に意味わかんないんですけどこっから入ってきて、まず目の前にこれがあるのね。長くは持たない。私ぐらいのレベルだと理解できないようなものがたくさんあって、ここがキッチンです。下にも部屋があって地下もあってゲームルームとか地下1階にもキッチンがあったり、はい、ということで今からみんなとですね花火に行く準備をしたいと思うんですけど、去年見てね私号泣した花火大会なんですけど準備します。Hi boys, I'm Saki Ogata. Today I'm gonna go to the fireworks, so let's get started. From now, I'm gonna put on my eyelashes. That is so important for me. はい、いつかハイボーグでメイクアップをできることを祈りつつ、メイクはしてるんですけど、あとつけまをつけたいと思います。で、つけまさ、ピンセットを忘れてしまって手でつけるんですけど、マジ難易度高すぎる手でつけるつけま。今さ、つけまのりを探しにこの家をずっと探し回っててさ、広すぎてさどこにあるか分かんなくて、こんなちっちゃいのがさやっと見つけたけど普通にここにあった。嬉しい。この家散歩して帰ってきただけみたいな。手でつけるのがやばい。際に全然濡れてない。やばい、浮いてる。
反対。バレーボールして小指がさ反対側にこうやって曲がってめっちゃ痛くて、バレーボールが楽しすぎて久しぶりにやったんだけど超筋肉痛でさ最高。マジで運動大好きすぎてネイルやめそう。なんかもっと頑丈なさスポーツ用のネイルとかないですか？暑い。今まつげが腫れました。こっちのまつげさはみ出すぎだよね。貼り直すべき？はい、なんとか今つけまつげを貼ることができました。でちょっと下まつげと血色を足して、なんかこっちの下まつげゲジゲジになっちゃった。もういいか。チェリーチェリーでメイクできるんじゃないみたいな。ほら可愛くない？今日チェリーなんだけど私。かわいい。どうしよう、顔にアリ登ってきたら大丈夫かな。この家めっちゃアリいるの。甘い蜜の香り。これを言うとなんかさきちゃん心配って言われそうなんだけど、自己啓発みたいなのを書くのが好きで、なんか前ね酔っ払った時にノートにね自分を高く見積もる、こういう題名でなんか自分の思ったことをバーって書くのね。ちょっと一部みんなとシェアすると、自分の価値を決めるのは自分の価値を自分で下げていることがとても多い。自分を変えようとしなかったり、自分で自分の価値を上げるのは自分がどうすればかっこよく生きることができるのか、したいことを叶えるために楽なことから抜け出して一歩踏み出し挑戦。難しいけど楽しくて気持ちいい。はよ大丈夫そう？さきちゃんちょっとヤバ女なんですけど、ビバリーヒルズに住みたいとか、ムービースターになりたいとか、夢とか本当にしたいこととか皆さんあると思うんですけど、今の自分ではできないけどもし自分がもう一人いたらとか、本当に絶対叶う保証があればするっていう夢ってした方がいいと思う。夢を追い続けて失敗したとしても、それが努力したことがさ自分の誇りになるし、アップデート頑張っていかないとなって最近また思ったんですよね。真面目 TV、大学3回生ぐらいの時からコロナになって自分の人生とかめっちゃ考えるようになって、そっからねちょっとこういう自己啓発本とかも読んだりとか、いろんな人の考え方とかを取り入れたりとかで、こういうね今マインドになってるんですけど、人生って難しいけど楽しいよね。何の話？なんか最近こんなことを考えてました。参考になれば嬉しいです。キャンメイクのこの涙袋のペンシルめっちゃいいよ。これとこれのキャンメイクコンビネーションやばいよ。アイバックコンシーラーっていうここのぷくってするとこに描くペンシルと 3way スリムアイルージュライナー01番、この組み合わせでこの涙袋かわいい。はい、ということで今メイクができましたので、ちょっと前髪を出して、私の前髪はねいつも締まってるんですよ。寝る時とか顔にスキンケアした後とかねつくの嫌だから、こんな感じでここに締まってるんですけど、水で濡らしてドライヤーして前髪作ってアイロンして服着替えていきたいと思います。最近怪我ばっかりなんだけどかわいい。そういえば21復活やばくないですか皆さん。やばー。ガチでライブ行きたい。本当にお願いします。ライブのために日本飛ぼうかなって考えるぐらいには行きたいです。次に服を選びたいと思います。こちら私の初めてのウォークインクローゼット、短期的なウォークインクローゼットがあるんです。キム・カーダシアンかなみたいな、ビバリーヒルズに住むカーダシアン一家かなみたいな。服どうしよう。前さ動画で一緒に買ったこれでもいいし、今日この気分じゃない。今日はちょっとかっこいいクールセクシーな気分なので、それかこのねこれも一緒に買ったヒョウ柄、これにしようかな。可愛くない？これ好き。レオタード系のキャミソールに普通にジーンズでいいかな。はい、こんな感じでコーディネートできました。よろしくお願いします。この服で今からタクシー呼んでダウンタウンに
行きたいと思います。はい、今リフトっていうタクシー呼びました。1分から2分でドライバーとマッチするので待ちます。疲れた。もう準備だけで疲れた。あとみんなと語りすぎたよね、普通に。今日動画の趣旨なんかいつもさ動画の趣旨が分かんなくなっちゃうんだけど、花火一緒に見に行こうっていう動画だったのに語りすぎた。みんな語るの嬉しいかな。リフトっていうアプリとウーバーっていうアプリがあって、どっちもタクシーみたいな感じでドライバーさんを呼べるアプリなんですけど、ウーバーの方がちょっと高いんですけど来るのがめっちゃ早いんですよ。でリフトは結構遅めだったり、このマッチしてもチェンジしたりとかで、今日はちょっとやっぱり節約人生ですからリフト。今ねバンクーバーっていう街があって、ここにあるじゃないですか、島。私の家がここのね島の中にあるんですけど、今私がいるのはここにいるんですよ。ねえ全然マッチしないんだけど、ドライバーさん Just a few more seconds。 1分後にドライバーさんとマッチするから待っててねみたいな書いてたよね。もう5分待ってるけどやばい、ごめんなさい。めちゃくちゃ話変わるけど円が高くなった。ちょっと前まで115円とかだったから CAD ちょっと安くなったね。円高お願いします。今ドライバーさんとマッチしました。イエーイ。あと7分後に来ます。やば、ドライバーの移動距離やばい。こっからここに到着してまたここに行かないといけない。私を迎えに来るのに今から行くとことの距離が一緒ぐらいなんだけど、すいません本当にお願いします。待って、またドライバーが違うことになったよ。Find a new driver だって。花火の日はやっぱりドライバー捕まんないかな。キャンセルライドにしようかな。マヨピームウーバーにしました。ウーバーにしたらめちゃくちゃ早い。マジでもうあと5分以内に到着ってなったので、金しか勝たんということでもう着く。やばい、行ってきます。見てください、これが家の外観です。さあウーバーが来ました。 Hello. Hi, yes, Saki. Good, how are you? Good, good. Today is so busy, right? Yeah. 5 minutes in now. 今ダウンタウンの方に到着しました。マジで急にビルが立ち並ぶんですね、ダウンタウンというのは。でもうすぐイングリッシュベイっていうビーチに着くんですけど、そこで今日は花火大会が行われるので超楽しみ。マジで1年ぶりに見るので楽しみです。海岸沿いに来ました。もうマジで人が多くて場所取らないといけないんですけど、ちょっとやばいかも。やばい、人が多すぎて、しかもビーチ沿いはもう全部閉鎖されてました。まだ始まらないのにクローズって感じなので、ビーチが封鎖されてたので、ここのフェンス越しに見ます。花火のスポンサーがホンダなんですよ。ホンダなんかドローンアートみたいなのがあります。あ、クマが魚食べてるんじゃない？ホンダめっちゃ良かったです。花火が終わってリキュールストアに来ました。酒を飲むってことだよ。シャンパンあり。あの後お酒飲んで酔っ払いすぎてエンディングないです。しかも家に帰ってきてます。ということで今回も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。